ます。ケンです。今日は決算直前のテスラで起きている重要な動きをコンパクトに整理してお伝えしていきます。今日のポイントは4つです。今回の Q1 の決算で市場が何を見ているのか、ロボタクシー専用の充電拠点が見え始めたこと、オーナーに関係あるテスラアプリの新機能、そしてフロリダの死亡事故訴訟でテスラが和解した件です。今日は未来の大きな話ではなく、今テスラで何が起きているのか、このニュースを見ていきたいと思います。まず、今日一番大きいテーマは、やはり Q1 決算の直前ということになります。すでに生産台数や納車台数は出ていますが、市場が本当に見ているのはその先です。売上や EPS はもちろんではあるんですけれども、FSD、ロボタクシー、AI の投資、これを会社がどう説明するのか、イーロンさんが何を語るのか、今回は数字そのものより決算説明会の中身、これがかなり大事になりそうです。そしてここに関しては投資家の方も冷静に見ておいた方がいいと思います。決算は良かった、悪かっただけでは判断を間違えやすいです。今のテスラは数字と同じくらい説明の具体性が問われています。FSD やロボタクシーについて納得感のある説明が出るのか、そこがかなり重要です。そして次に気になるのがロボタクシー専用の充電拠点です。アリゾナ州で一般向けではないロボタクシー専用の V4 スーパーチャージャー拠点の計画が報じられています。これはかなり大事です。なぜならロボタクシーの話が車両やソフトだけではなく実際の運用インフラの話に入ってきたからです。もちろんこれだけで一気に大規模展開が進むとまでは言いません。ただ少なくともテスラが現場の運用を意識した動きを見せ始めたのは確かです。こういう地味だけれども具体的なニュースっていうのはかなり重要だと思います。一方でオーナーの方にとって分かりやすいのがテスラアプリの新機能です。今回の報道ではスーパーバイズド FSD の利用がセーフティースコアに反映される仕組みだったり、アップデートの自動ダウンロード、ダッシュカム保存管理の改善、トレーラーライトのリモートテスト機能などが出てきています。これっていうのは株価を大きく動かす話ではないかもしれませんが、オーナー目線ではかなり大切です。特に FSD の利用が保険評価につながる流れは、ただの便利機能ではなく、現実的な価値に少し近づいてきた感じがあります。テスラは派手な話題が注目されがちですが、こういう日常の改善もかなり重要です。そして今日っていうのはポジティブな話だけではありません。フロリダの死亡事故をめぐる訴訟でテスラが和解したという報道も出ています。テスラは不正行為を否定してはいますけれども、投資家としては技術期待だけではなく、こうした法的リスクも引き続き見ておく必要があると思います。はい。ということで、ここまでをまとめてみると、今日のテスラはかなりわかりやすいです。決算を前に市場は説明の中身を見ています。ロボタクシーでは専用インフラの準備が少しずつ見え始めています。オーナー向けにはアプリの実用改善が進んでいます。その一方で訴訟のような現実的なリスクもあります。なので今日は強気一辺倒でも悲観一辺倒でもなく、事実をそのまま抑えるのが大切だと思います。個人的には一番面白いのはロボタクシー専用のスーパーチャージャーの話です。派手ではありませんが、かなり具体的だからです。一方でオーナーの方にとってはアプリの改善の方が実感しやすいかもしれません。はい、ということですけれども、皆さんは今日のニュースの中でどれが一番重要だと思われましたか？決算でしょうか？ロボタクシー専用のスーパーチャージャーでしょうか？それともアプリの改善でしょうか？それとも訴訟の和解ですか？ぜひコメントで今日皆さんが一番気になった話題について教えていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は少し下げて現在389ドルとなっております。390ドルを割ってきています。決算後にこの株価がどうなるのか、本当テスラに関しては決算の後にどのように株価が動くのかっていうのが分かりにくい。
僕の印象ではやはり下落するっていうイメージが強いんですけれども、このあたり皆さんどういった印象を持たれてますか？今回テスラの発表で僕がやはり期待しているのは、ロードスターがいつ発表になるのか、そして最近噂されている小型車だったり SUV だったり、そういった新車両について何か踏み込んだ話があるのか、そしてサイバーキャブがいつ実際のロボタクシーとして走り始めるのか、このあたりが結構注目ポイントになるんじゃないかなと思っていますけれども、皆さんはどういった点を今回の Q1 の決算で期待していますか？どういった話があるといいなって思っていますか？ぜひね、そのあたりも教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、夏の会の日程が決まりました。ぜひ、真夏の輻射熱、クーラーとは全然違う涼しさの次世代技術を体感してみませんか？こんな方におすすめということで、クーラーの冷風が苦手な方、オフィスの空調をどうにかしたいと考えている経営者の方、工場などで働いていて、真夏は暑くて仕方ないと思われている方、家の断熱性が悪くて、夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思われている方、電気代の高騰で少しでも電気代を下げたいと思われている方、そんな方におすすめです。一昨年一緒に行かれた人で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置しました。この理由が家も古くなり断熱性もない。また真冬のヒートショックだったり真夏の熱中症が心配で親がこういったことで倒れたら嫌だなと思ったということでご実家に設置されたということになります。そしてその設置された後ですね、去年なんですけれども、やはりご両親はかなりね満足されたみたいで、そしてそれを実際に体感した人がこれはいいということで、その体感された方がなんと姫路の武道館を運営か管理かされている方みたいで、姫路の武道館に実際に入りました。ということで今回なんですけれども、7月17日の金曜日、こちらは姫路の武道館で行います。時間は13時から15時までです。僕は去年ですね、熊本の武道館でエコウィンを体感したんですけれどもね、これめちゃくちゃ快適でした。武道館って皆さんどういったイメージがありますか？ちょっとね、イメージしてほしいんですけど、真夏の武道館どうでしょうか？すごいムンムンとして暑いっていうイメージがないでしょうか？この武道館がすごく爽やかな空間になるんです。それをね、本当にね、体感してもらいたいなと思います。なので、7月17日は姫路の武道館で行います。そして7月の22日の水曜日は、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。東京に関しては時間は10時から12時までです。そして東京は人数制限がありまして、定員は10名です。僕の方もですね、両日ともに行きたいと思っていますので、ぜひ一緒にエコウィンの体感ね、されてもらえればと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。